はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第11回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Apple Podcast や Spotify などでも聞くことができます。お好きなプラットフォームを選んでぜひ聞いてください。YouTube の方では日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。字を見ながら音声を聞きたいという方はぜひ YouTube の方から視聴してみてください。今日のテーマは小学生の時に流行ったものです。皆さんが小学生の時どんなものが流行しましたか？事前に皆さんから小学生時代の流行ったものについてコメントをもらっているので、私の経験と皆さんのコメント両方を紹介したいと思います。それでは早速始めましょう。まずは今日のお茶とお菓子を紹介します。今日のお茶は緑茶です。緑茶を氷で冷たく冷やしたものです。今日の東京は最高気温が30度でした。5月下旬の気温としてはかなり高い方です。通常5月下旬というとここまで暑くはならないんですが、今日は本当に暑かったです。それで私は緑茶を冷たくして飲んでいます。飲んでいる緑茶はこちらの、鹿児島県の霧島の緑茶です。有機栽培された緑茶です。お茶の産地として多分皆さんよく知っているのが静岡県ですね。あとは京都の宇治なんかも有名ですね。でも実は鹿児島県もお茶の産地としてとても有名なんです。たくさんのね、お茶を作っています。そしてお菓子は先日青森県へ行った時に購入した、青森のお菓子竹流しです。このお菓子はこの白い箱に入っていて、中にはぎっしりとこのせんべいのようなクッキーのようなこの形のお菓子が入っています。何枚ぐらい入ってるんでしょうね。50枚ぐらい入っていそうです。はい、ぎっしりと隙間なく詰められています。私はもうすでにね数枚食べてしまいましたので、今 YouTube で、映像をご覧になっている方たちはね、このちょっと隙間があるじゃないと思うかもしれませんが、もともとはねぎっしり隙間なく詰められていました。ちょっと引っ張り出すのが大変なぐらいぎっしりと詰まっています。竹流しというお菓子です。これは薄いせんべいのようなクッキーのようなお菓子です。薄く四角い形です。このお菓子の材料は小麦粉、砂糖、そば粉、この3つの材料だけで作られています。そば粉の香りと砂糖の甘みがいい具合に合わさってとっても美味しいんです。甘すぎなくてとても美味しいです。今日のように暑い日に冷たいお茶と飲むのにぴったりです。では1枚いただきます。とても薄くて軽いので、口当たりもサクサクとして食べやすいです。では1枚いただきます。とても薄いお菓子で、噛んだ瞬間にはサクサクとした食感。でもずっと噛んでいるとそば粉の香りと砂糖の甘みが口の中に広がります。こちらのお菓子は青森県の弘前市で購入しました。大阪屋という和菓子店の有名なお菓子です。私はこのお店に朝一番に行ったんですが、もうその時点で売り切れていました。たまたま2缶だけ残っていて、でそれをお願いして買わせてもらいました。なのでもう基本的には本当に朝一というのは朝お店をオープンしてすぐの時間ですね。朝一に行かないと買えないというお菓子です。多分生産量がとても少ないのだと思います。はい、美味しいです。もし青森県の弘前市へ行く機会があったらぜひ買ってみてください。はい、
それでは今日の話を始めましょう。今日のテーマは小学生の時に流行ったものです。皆さんが小学生の時、どんなものが流行りましたか？どんな遊びが流行りましたか？私が小学生の時に流行ったものといえば、まずおもちゃはたまごっちが流行りました。たまごっちというのは卵の形をしたおもちゃで、卵から生まれたそのたまごっちという生き物を育てていくゲームです。途中で病気になったりとかして、ちゃんと毎日世話をしないと死んじゃうんです。なのでそのたまごっちを毎日一生懸命世話をして様子を見て、育てるというゲームです。それが大流行していました。実はこのたまごっちは今でも販売されていて、今なぜかもう一度ブームが来ているそうです。再び人気が盛り上がっているそうです。なのでもしかしたら皆さんもどこかで見たことがあるかもしれません。卵の形のおもちゃ、たまごっち。これが小学生の時に大流行しました。それからこれは私の友達あるいはこの近所だけで流行っていたものかもしれませんが、公園のツツジの蜜を吸うというのが流行っていました。公園に行ってツツジの時期になると、その公園のツツジの花を取って、で後ろからチュッと蜜を吸うんですね。でそれがちょっと甘くて美味しいというので、なぜかわかりませんが流行っていました。友達とよくそれをやっていました。本当はね、公園の花を取るというのは良くないんですよ。皆さんやらない方がいいんですが、私が小学生の時そういうことをしてました。でこのツツジの蜜ですが、後から知ったことには、このツツジの蜜は毒があるそうで、実は良くないですね。ツツジの花を取ることも良くないですし、ツツジの蜜、毒があるのでそれを吸うことも良くないですね。健康に悪いですね。2つの意味で良くないことでした。でもなぜかね、その時小学生の時に近所の子どもたちの間で流行っていました。他に流行ったことといえばシール交換です。数年前の日本のドラマブラッシュアップライフというドラマを見たことがある方は、その様子がね想像できるかと思うんですが、あのドラマの中で主人公の女の子が友達とノートに貼ったシールを交換する場面が出てきます。自分の持っているシールの中から一つ選んで友達にあげる。そして友達も選んだシールを一つ私にくれる。そのようなシールを交換するという遊びが流行っていました。なのでシールを買いに行くことも流行っていました。友達と約束して文房具屋さんへ行って可愛いシールを買って、それを自分のノートに貼ってコレクションをします。でこのノートは普通の紙のノートではなくシール用のノートです。なので中の紙はツルツルとしていて、シールを貼ったり剥がしたりできるような素材です。そのようなシール用のノートというのが販売されていて、それに自分のコレクションしたシールを貼って、そして時々友達と交換するというのが流行っていました。なんだかとても懐かしいです。それから小学校高学年ぐらいになるとプリクラが登場しました。プリクラというのはゲームセンターなどにある専用の機械の中に入って写真を撮る、そのような遊びです。写真はその場で印刷されて横から出てきます。そのシールに字を書いたりスタンプを押したりすることができて、でそれを友達と撮って、みんなでまた持って帰るというのが流行っていました。それも多分私が小学校高学年ぐらいの時から徐々に日本全国で流行り始めたかなと思います。本格的に私がプリクラを撮り始めたのは多分中学生とか高校生とかそれぐらいですね。小学校の時はまだそんなにお小遣いもないですし、あまりプリクラの機会も近所にたくさんはなかったので、いとこのお姉さんに連れて行ってもらってちょっと撮ったという経験があります。
あとはアニメのキャラクターで言うと、セーラームーンとかちびまる子ちゃんなどが流行っていました。特にセーラームーンは女の子たちの間で大人気で、セーラームーンのこの戦うための道具とか服とかそういったものに憧れるという女の子もいました。あとは自宅用のゲーム機でセーラームーンのゲームというのもあったので、ゲームを持っている子供の家に集まってみんなでセーラームーンの戦うゲームをやるということもありました。はい。以上がね、私が子供の時、小学生の時に流行っていたものです。なんだかとても懐かしいです。先ほど言ったブラッシュアップライフというドラマ、ちょうど私と同じぐらいの世代の人の話なので、あのドラマを見ると私が小学生の時に流行っていたものが大体わかるんじゃないかなと思います。とても懐かしいです。さて、ここからは皆さんに送っていただいたコメントを紹介します。皆さんが子供の時に流行ったもの、小学生の時に流行ったものについて教えてもらいましたので、一部紹介します。まずは、ヒンヨクさんです。ヒンヨクさんはアニメとか漫画の作品をたくさん書いてくれました。セーラームーン、ドラゴンボール Z、悠々白書、スラムダンク、三国志、ドラえもん、ちびまる子ちゃん、金田一少年、名探偵コナン。はい。どれも懐かしいラインナップですよね。皆さん知ってるものはありましたか？この中で今でも子供たちにね人気でずっと続いているアニメというと、例えばドラえもんとかちびまる子ちゃん、そして名探偵コナン。このあたりは今の小学生も知っていますね。今でもずっとそのアニメが続いて放送されています。懐かしいですね。ありがとうございます。続いてご紹介するのは、ユーザー 3086DE さんです。ありがとうございます。ゲーム機、竹とんぼ、コマ、ドラえもん、そしてシヤンヤン。これは多分中国のキャラクターかな。そして美少女戦士セーラームーン、名探偵コナンなどが流行りましたね。そして私にとって影響が大きかったのはウルトラマンです。はい、日本のアニメとかゲームはとてもいいですねというコメントをくれました。ありがとうございます。なんかこのコメントをいただいた時に竹とんぼと見てとても懐かしい気持ちになりました。竹とんぼ、そういえばそのような遊びの道具があったなと思って、皆さん遊んだことありますか？実は私も竹とんぼは小学校の何か図工の時間にみんなでこう作った記憶があります。そして学校でみんなで作ってそれを学校の校庭に出てこう飛ばしてみるっていうそういう体験をした記憶があります。なので学校で自分で竹とんぼを作ったその時期は友達とね昼休みとかにこう遊んだりとかしていましたね。結構伝統的なというか懐かしい昔のね遊び道具ですよね。今でもあるのかな、竹とんぼ。なんか竹とんぼと口に出して言うのがあまりにも久しぶりすぎてちょっと反応が悪いですけど、口の反応が悪いですけど、竹とんぼ、はい懐かしいです。はい、あとは、アニメの作品とかね、コマ。コマも普通の伝統的なコマではなく、ベイブレードというちょっと進化したような現代風のコマが流行しました。で、このベイブレードは今の小学生でも持っていて流行っているそうです。結構息の長いおもちゃですね。そのコマとコマを戦わせるんですね。こうぶつけ合って競う、どっちが強いか競うというようなそういう遊び方をするものですね。おもちゃのメーカーから出ています。はい、でもその原型は伝統的なコマですね。あとはウルトラマンの影響が大きかったということで、はい、ウルトラマンもね世界的に有名ですよね。このように一つの作品が日本だけでなく世界中で見られているというのは
本当にとっても嬉しいことだし、共通の話題ができるので、友達とね話をする時なんかにも話題にして盛り上がりやすいですよね。あ、その作品知ってるっていう風に共通の話題になれるものが日本のアニメですね。はい、ありがとうございます。はい、それからシェンマレンさんもコメントをくださいました。ありがとうございます。スラムダンクが好きで桜木花道をみんな知っていたという内容のコメントをくださいました。ありがとうございます。で、最近また新しい映画も公開されたりとかして再び人気が高まっていますよね。実は私中学生時代にバスケットボール部だったので、そのバスケットボール部の部員の間でももちろんスラムダンクは大人気でした。やっぱりこれも世界中で愛されている作品ですね。なんか青春ドラマという感じの作品です。これがきっかけでバスケットボールを始めたという人も多いんじゃないでしょうか。ありがとうございます。それからもう一人、サイさんからもコメントをいただきました。いつもありがとうございます。小学生の時流行った漫画はドラゴンボールやスラムダンクや美少女戦士セーラームーンなど、日本のアニメはすごく人気です。子供の頃、兄の影響で鳥山明のドラゴンボールを見始めました。この物語は7つドラゴンボールを集めるとシェンロンが1つ願いを叶えます。そのためブルマが悟空を連れていろいろな冒険を展開します。小学生6年生の時、人造人間17号18号のデビューの話は大ヒットですよ。単行本は42冊と長いので、内容は漫画を読んでみてください。はい、ありがとうございます。セーラームーンね、私の小学生の時も大流行しました。そしてドラゴンボール、スラムダンクとかね。ドラゴンボールも名作ですね。誰もが知っている。漫画を読んだことがなくても、ドラゴンボールの名前と大体のキャラクターはみんなが知ってますね。有名な作品です。そして人造人間17号18号、実はこれ私知らないんです。どんな作品なんでしょうか。後でちょっと調べてみますね。はい。これも大ヒット。単行本42冊って結構長く続いた作品なんですね。でも漫画を読んでくださいということなので、漫画の方でちょっとギュッとコンパクトにまとめられたものがあるんですね。はい、ちょっと機会があったら読んでみます。漫画もいろいろありますからね。新しい漫画もあるし。そうですね。そしてその漫画から映画になったりアニメになったりということがとても多いですよね。これは昔も今も変わりません。最近だと例えば早々のフリーレンとか鬼滅の刃とか、有名どころだとそういったね漫画が原作で映像作品になったというものもあります。だいたいみんな小学生ぐらいからこういう作品に触れ始めますよね。漫画を読み始めたり、アニメを見始めたり、ゲームを始めたりという、そういうのを始める時期ですね。小学生の時。はい、ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。本日のあれこれラジオはここまでで終わります。次回のラジオのテーマは私が好きな祭りです。世界中にいろいろな祭りがありますね。皆さんはどんな祭りが好きですか？皆さんが一番好きな祭りについてぜひコメントをください。皆さんが住んでいる地域のお祭りでもいいし、旅行に行った時に見たお祭りでもいいです。皆さんのコメントお待ちしております。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバイ。